ティーブ的視点のスティーブです。こんにちは。日米比較。一つのね、スティーブ的視点上での、テーマですよね。よくある日米比較をやらせていただいているんですが、日米比較の中で、もちろんサラリーマン、セールスマンの比較はもちろんあるんですが、それ以外の比較がたくさんありますよね。その中の一つ、昔から自分はね、いつも見るたんびに思うんですが、アメリカの製薬会社と日本の薬会社のコマーシャルですね。全然アメリカと日本は違いますので、ちょっとサンプル的には2つほど用意させていただきました。ご覧ください。1日1回トゥジェオを使用することで血糖値を昼夜絶え間なく安定させます。トゥジェオは糖尿病による高血糖を制御します。トゥジェオには 1ml あたりのインスリンが通常のインスリンより3倍多く含まれています。低血糖の症状が出ている糖尿病性ケトアシドーシスの治療やインスリンに対してアレルギーがある場合はトゥジェオを使用しないでください。体に発疹、呼吸困難のようなアレルギー反応が出た場合は直ちに診察を受けてください。注射器やインスリンペンの再使用や共有はしないでください。最もよく起こる副作用は低血糖で死につながる恐れがあります。低血糖は震え、発汗、動悸、視界不良などを引き起こすかもしれません。毎日血糖値を確認しましょう。チアゾリジンジオンをトジオのようなインスリンと一緒に使用すると死につながるような心不全を引き起こす可能性があります。トジオ医師に相談しましょう。And with a $0 copay, that's something to groove about. Toujeo is used to control high blood sugar in adults with diabetes. It contains ナンパするな、仕事中に。おめえは何しているのよりもそれ打てるのか、そんな感じだと。なんで歩いてるの、ああいう感じで。目立ってるよ。会社の中でクビになるぞ。やっぱり副作用にこんな変な歩きになるんだよね。まっすぐ歩けないのかな、これだと。ほら、まっすぐ歩けない。もうまっすぐ見えなくなる。そういう一つの副作用なの。大丈夫かな、これは。仕事にならないよ、この薬やると。よりもこの犬にやるべきじゃないか、薬は。この犬は元気ないよな。トゥジェオ。あなたを悩ましている関節の痛みやこりは市販薬では効かないかもしれません。しかし、だからといって処方薬も効かないかもしれません。そこで関節の痛みだけのための薬があります。関節の痛みならセレブレックス。セレブレックスは痛みと炎症のもとに直接効きます。セレブレックスによって視界のぼやけや眠気を引き起こすことはありません。アスプリン感受性喘息を持ってたり、アスプリン他の関節炎、そしてスルホンアミドの薬にアレルギーを持っている場合はセレブレックスを服用しないでください。稀な症状として内臓出血を突然発症する可能性があります。肝臓や腎臓に問題がある場合は医師に相談してください。セレブレックス一つで24時間一日中関節の痛みを取り除きます。セレブレックスの処方については医師と相談しましょう。関節の痛みならセレブレックス。For the nagging joint pain and stiffness of osteoarthritis, over-the-counter pills may not 痛そうだな。 but some prescriptions. 何かいい薬がないかなって思うんだよね。That's why ああ、for joint pain セレブレックスですね。 and nothing less.
Celebrex targets the source of pain and inflammation. おい、1錠でこんなね、できるようになるんだ。嬉しそう。お、すげえ。 Your pain doesn't. 何歳この人。結構テニスうまいよな。Celebrex should not be taken if you had aspirin. 早いな、歩きも。あれ Reaction due to aspirin, あれあれ arthritis medicines, or certain drugs called sulfonamide. 幸せだな。関節の痛みがなくなると、ほら。 Can occur without warning. Tell your doctor if you have kidney or liver problems. Just one Celebrex gives 24-hour all day, all night. 1日も効くんだ。すごいな。あれセレブレックスバスもあるし。 Celebrex, joint pain relief. まあ死ななければすごくいい薬だよな。ということで、セレブレックス、最高。こういうコマーシャルの中でまた面白いのは、指摘したいのは、流れたコマーシャルはですね、普通のお店では、普通の薬局とかではね、誰でも買えるようなものじゃないですよ。処方箋薬のコマーシャルが一般のテレビにこういう感じで流れてることがちょっと驚くことなのかなって。日本ではないんじゃないのかな。日本の処方箋薬をここまで、ね、大きく宣伝されるのはあるのでしょうか。随分日本と違うと思いますよね。まあ日本に住んでないから自分自身あんまり詳しくないんだけれども、アメリカ人としてアメリカの製薬会社のコマーシャルを見るたんびに笑っちゃうんだよね。というのは多分ね、法的にああいうことを言わなきゃいけない義務というか、そういうのもあると思うんだよね。でもあんまり大きく言えないことばっかりだよね。これ飲んだら死ぬかもしれない。これ飲んだら倒れて、もう下痢になって、もう病院に運ばれる可能性があるかもしれない。のようなことを大きい声で言えないから、ああいうふうになって上手にね、ごまかしてるような感じなんだよね。笑顔、いつも笑顔で、全ては幸せ。えらい病気持ってるのにあんな幸せなのか。は、すごいアメリカのマーケティングの力だよね。製薬会社は。これ持ってるんだよね。で、日本もの製薬会社もかなり世界のトップでも、もしかしたら紹介させてもらった製薬この薬でもね、日本の会社はやってるところはあるかもしれないよね。日本の大手がアメリカでもやってるんだけれども、日本のやり方と随分違うんだろうな。ああいうコマーシャルはないんだ。見たことないよ、日本では。風邪ひいたとか、くしゃみ、なんかくしゃみが止まんないのじゃ、チューとかって。で、いい薬ありますよって飲んですぐ元気になる。それはね、まあ普通だろうと思うんだけど、アメリカはちょっと待って。あとね、最後に面白いのはね、最後に医者に必ず相談してくださいとかって言う。なんかね、わざとらしい、なんかわざと臭い、なんかあるんだよね。医者にもいくらバックしてるんだろうな。それもね、気になる部分もあるんだよね。ここまで派手にね、宣伝とかコマーシャルをやると。ということで、まあ一つのね、面白いポイントかなと思いました。とにかく、まあこういう違いもある、他の違いもある。視聴者として、この見て、どう思いましたか？アメリカのようなコマーシャル日本で流れたらどうなるのかな？ね。というところもあると思うし、いろんな見方があるんで、ぜひご意見を下の方に、ぜひ残してください。ですね、ちょっと紹介させてもらいたいものあります。Amazon Japan、Amazon ショップやってますよ。新しい商品。まあ今までの商品と新商品もたくさんあるんで、紹介させてください。車がなくても、誰でも、パソコンにも、ほら、サムズアップのオフィシャルステッカーが売りに出てますよ。Amazon Japan に人気商品ですよ。人気商品。それと他にステッカー系になると、これは超人気ですね。こっちはスティール POV の四角いタイプですね。これはいつでもあるのでチェックしてね。Amazon Japan に。それと最近できたバカなものなんだけれども、この3種類の人気ステッカーですね。ラプターに俺のトラックに貼ってある、まあそのテーマですよね。タンと黒、ベージュのカモのイメージですね。それと、ほら、こっから来たものです。T シャツは買えないかもしれないけど、ステッカーまだ買いますよ。それと、箱スカーはテーマにした、まあ、ゼロスカのね、スティーブの車の箱スカのイメージステッカーですね。それと、これはできたばかで、まだ暑いって感じで、もう届いたばかで。アメリカンジョーク。これはね、キーチェーンです。キーチェーン。サムズアップの、と、反対の方の、ほら、キーチェーンですね。ほら。
こういうのはね、これはポケット、鍵だけをポケットに入れて、ぶら下げてこう歩くと、みんなにサムズアップの気持ちがもうすぐに伝わるんだよね。これはね。で、他にスティーブ適正のファンにすぐ目つけられて、サムズアップ多分してもらえると思うよ。こういうキーチェーンがあります。それと最後に、まだ新しい本だな。これはね、最近は本当に自分もお気に入りの、ほら、スティーブ POV の T シャツ、新しいデザインです。かっこいいんじゃないですか。後ろに、いつものほら、サムズアップは首のところにあるのと、丸いタイプ、この色で、このラプターのベージュですね、ラプターベージュと黒。今のラプターのテーマはこれなんで、丸いのと、これね、袖にサムズアップ。こういう感じです。かっこいいんじゃないですか。と、あと2枚までこういう。ほら、いつものね、これのオフィシャルサムズアップ T シャツ。これはやっぱり1万円が必要だよな。1万円は必ずあった方がいいと。これ定番です。これスティーブ適正といえば、これですね。最後に同じものの黒版です。この商品を以外にもこれからどんどん新しい楽しいもうここでしか使えない Amazon Japan のスティーブ的視点って検索していただけない限りは買えないものばっかりですよ。ということでぜひ皆さんに同じメッセージ、このサムズアップのメッセージ、ポジティブなメッセージ、前向きに日々前進のメッセージをみんなにね、それを送りましょう。ね、スティーブから皆さんにお送りしているのを、また人それぞれがまた自分の周りにもそのポジティブなメッセージを、ね、人に与えましょうっていうんですか。これはいいことじゃないですかね。それとインスタ、フェイスブック、ツイッターでしたね。など、インスタ、フェイスブック、ツイッターなどのフォロー、こっちかなどちらかに、@StevesPOVなので、ぜひフォローよろしくね。他に、スティーブさん、こういう違いもある。スティーブさん、これも見たい。アメリカのこういうところ、すごい気になるんで、スティーブさんはいかがですか？そういうのもね、残してね。必ず目通して読んでるんで、すべてには返信はできないかもしれないんだけれども、ハートマークぐらいはなるべく残すようにしているので、少なくとも目通していることを信じてください。ではまたね、次回までよろしくね。よろしく。